おはようございます。画家のギストで、今日はですね、ちょっと批判覚悟で動画を作りたいと思いますけども、絵をですね、描く上において、こんな人は伸びないということで、動画を作りたいと思います。批判覚悟で頑張って作ろうと思います。長年教える仕事に携わってきて20何年間やってきて、大体この辺のパターンだったんですね。で、これはもう実際にも言ってました。こういう方々はなかなか伸びないよっていうことを言っていました。で、大きく分けて、3つかなと思いますけども、どこのカテゴリーに入るかとか、もう全部かもしれませんし、で、これとこれの領域は別に横断してるぞとか、そういったこともありますので、あんまり細かくですね、ここはこうや、ここはこうやというふうに分けれる話ではないのかなというふうに思いますが、ぜひですね、こんな人は伸びない、なかなか伸びないという動画、ちょっと最後までお付き合いいただければと思います。でですね、一番よくあるというか、一番初歩的なことなんですけども、客観的に見れないという人がいます。客観的に見れないってすごい難しいんですけども、客観的に見るというのはどういうことかというと、自分の絵が人から見られたらどういう風に見えるかなという風に、見るという目なんですね。でもそれってすごい難しいです。それはようわかります。もう自分が一生懸命愛情を込めて時間かけて描いた絵やったりするからっていうのはあります。でも人からどういう風に見えるかなっていうちょっと目を持っておくということも大事かなというふうに思うんですね。で、例えば離れて絵を見るとか、自分の絵を離れて見るとか、絵をちょっと左右を逆さにするであるとかで、例えば人の意見とかお話を聞いてみる、見てもらうということですね。見てもらったりとかして人の意見を聞いてみるというのもありだと思います。全部聞く必要はないと思うんですけども、そういったものが自分に返ってくる。で、なかなかこういうことをしないという人はやっぱり自分のどんどん殻に閉じこもっていくんですね。で、例えば自信ない人ほどどんどん猫背なんて言ってます。大体こうやってね。で、やっぱり常に全体を絵の全体を見れるという人っていうのはやっぱり伸びるというのはすごく見てきました。で、あとは例えば、SNS などで自分の作品を公開していく。でもただ SNS で公開していいねが欲しいという承認欲求だけではやはりダメで、何かにチャレンジしていくとか、何か高いところを目指していくとか、そこによって評価みたいなものが、もちろん悪い評価がついてもいいと思うんですけども、そういうプラスアルファのチャレンジをしていくという気持ちがやっぱり必要なんじゃないかなというふうに思います。この辺がなかなかないと、客観的に見るという目を持たないと人にどう見られてるかなって。でも全員に受ける、僕がやってるジャンルというのはファインアートと呼ばれるジャンルで、純粋な美術というやつですけども、何かに依頼されて、描くということももちろん仕事としてあるんですけども、基本的にはそういうことじゃないです。自分が好きなことをやって、それは皆さんどうですかという問うていく世界なんですね。で、その世界っていうのはやっぱり全員に100人みんなが素晴らしいっていう評価っていうのはなかなか得づらいですけども、一部の人でも1% の人でもわっと評価されたら十分な世界なんですね。でも全くもって自分だけでっていう風にやっていって客観的な関係性みたいなのがないと、なかなか本当に自分の中だけで成立してしまって、閉じこもってしまうというところがありますので、やっぱりそのあたりというのをやっぱ離れて自分の絵を見てみたりとか、絵を本当逆さに鏡通してとか、写真スマホで撮ってみてそれを反転させてみたりとか、スマホで絵を小さくしたりすると離れてみたいな状態になりますしね。で、そういったことをしてみるとか、何か客観的な評価を受けるためのチャレンジをしてみるとかっていうことは絶対やっていくべきかなというふうに思います。そして2番目のですね、伸びない人の特徴、めっちゃ多いですこれ。はい、言い訳をする。ものすごいです。めちゃくちゃ多いです。なんか今日のこの動画はなんか自己啓発動画みたいになってしまっているかもしれませんけど、これはものすごいです。で、もう本当によくあるのは時間がないと、間に合いませんでした。あとはお金がないと、この2つ、もう2大言い訳。僕はもうこれをもう何百回何千回と聞いてきました。お答えできるこれに対して時間がなかったですとかお金がなかったですっていうことに対して、じゃあ例えば見る側であるとか、お仕事を依頼した側、どう返せばいいですか。あ、そうですか。
じゃあまた次の機会にお仕事一緒にしましょうねっていうことで、もうそこで話が終わるというだけの話じゃないですか。で、お金がなかったから、これ実は僕も学生時代に言ってしまった、今から約30年ぐらい前に言ってしまったからこそ、これ言うてるんですね。僕はその時はお金がないということをある授業のカリキュラムの公表会でポロッと言ってしまった。本当なんですよ。お金ないんですよ。で、言うてしまったのに対してその先生はすごくもう劣化のごとく怒ってくださって、僕はもうそのことがすごく今もありがたかったかなと思ってて、いやもうそんなもんお金がなかったらその辺の段ボールにでも絵を描けばいいじゃないか、筆がなかったら指で描けばいいじゃないか、絵の具がなかったら土で描けばいいじゃないかみたいなことを本当言ってくださったんですよ。言葉すごく僕にとってはすごくありがたかったです。自分がもう完全に言い訳をポロッと出てしまった言い訳も思ってたからなんですけども、でこれを本当言う人って絶対伸びないです。本当伸びないです。でこれは別には本当にね、もう皆さん時間がなかったりするでしょうけど、じゃあ何かの目標とか出す展覧会とか何かを決めて、そこに向かってちゃんと時間をもう自分で決めた以上はそれにね向かっていく。何か仕事を受けたのは自分で受けたわけですから、それに対して言い訳をするっていうことはやはりね全く必要のないことなんで、私みたいな失敗をしないためにも皆さんぜひぜひ、気をつけてください。あとはやっぱり言い訳というか、あとは時間を守れないという人はなかなか伸びないというか、仕事が来なくなるというだけの話ですね。最後のところは基礎がない、基本がない。基礎をおろそかにする、基本をおろそかにするということかなと思います。でここの部分ちょっとしっかりと今日はお話ししようかなと思って今回動画にいたしました。ちょっと雑談的になってしまいますけどもお許しください。芸大美大を目指していく、そうじゃなくて絵描きさんとかも普通にフリーから目指していく、何でもいいんですけども、よく絵では食うていけないって言いますよね。もうよく言います。それは僕らの時代も言われましたし、皆さんも散々言われてきたことなんじゃないかなと。でそれで美大芸大を諦めたという人もたくさんおられるっていうのは知っています。でじゃあ芸大美大が基礎を教えてくれるかって教えてくれません。じゃあどこで教わるのって言ったら高校かもしれませんし、そういうところを目指していく予備校かもしれませんし、あとは自分で本を読むであるとか何であるとかっていうことなんですけども、でとにかくこの基礎基本というのが弱くなっているというのを、実は先日私も東京芸大の時の後輩と少し会って話す機会があって、でその子がすごく言ってたんですよ。で僕もそれはなんとなく感じていて、あって損はない。でもないと潰しが効かないんです。でこの潰しが効かないっていうことが食うていけない原因の一つなんですね、私からすると。でその後輩も同じことを言ってて、そういうことをやっぱプロの現場でやっているその人は漫画家です。で漫画家で本当にパリパリでやってます。うわっていうぐらいの感じでやっていると。もう知っている人は知っているというような感じなんですけど、でその人がすごく言っていて、僕もなんか久しぶりにお話しして、そうか、あったら潰しが効くぞと。やっぱりどうしてもないと潰しが効かないというふうになっていって、食えないというふうになっていくっていうのを感じました。で、例えばなんていうか、ある程度受験とかをしっかりとやってきた世代からすると、例えば絵の具を混色するとかっていうのはわーっと絵の具ですね、実際の物質を混色して微妙な色を作れたりとかすると。でなかなかそういう訓練とかっていうことをしないでポンと来てしまうと、なんか例えばその子が言うてたのは、今完全にデジタルだけでやると。でパパッと仮に A さんとしておきましょう。 A さんはパパッとやるけども、そのアシスタントの子たちはものすごい時間かかるんですって。でやっぱそれはなんとなく実際の物質とかを触ってきた基礎的な部分みたいなのがあって、そういう微妙な混色とかをするとか、色とかね、質感とかっていう本物を触ってきて、でもデジタルの中ではなかなかそういうのってできないですね、今からね。そうなってくるとそういう微妙なものとかを作るのがすごい難しいんですって。やっぱり3倍とかぐらいのスピードでその A さんっていうのはできて、アシスタントの子は3分の1ぐらいしかできないと。で絵を描くということだけにおいても、その3倍の差がつくっていうことは、やっぱり仕事の量とかあるクオリティ、高いクオリティを持って3倍の仕事と3分の1やから、もう3倍だから食えるわけですと。
いうことを言ってました。ああ、ごもっともやなというふうに思いました。私なんかも仕事がすごく早い方なんだと思いますけども、そういう基礎的な訓練みたいなことをしてきたおかげで、やはりある程度の食えていけてるのかなというふうに思うんですね。だから親御さんとかでね、お子さんが美術に行きたいとかって言ってて、もうここ僕はもうちょっと仕事を辞めたから言いますけども、やっぱり超一流の大学とか美大とかなっていかないとなかなか厳しいです。だからなんとなく自分の実力みたいなものはこれぐらいやからもうこれぐらいでいいやって思うのをなるべく早めないで、もっともっと高いところを若い頃から目指していっておいた方が、やっぱり潰しとかは効くぐらいの基礎的な力とかがしっかり身についてきます。でそれは別に絵を描くということだけじゃなくて、要は歴史的なことですね。で例えば現代美術をやりたいというふうに思って、いると。で何か楽しいぞ楽しいぞと。でもそれもその現代美術が成り立っていった歴史があるわけですよね。文脈っていうんですけど、歴史があって、こういうで今例えば本当に超一流で活躍してる人っていうのはそういうのももちろん分かってるわけですよ。でもただなんか楽しいからだけでやって、いやいやそんなもう歴史とか全然興味ない、私は私やからとかっていうだけやったらば、それは漫画も含めみたいですよ。そういうのをやっぱり知った上での自分って何やろうなっていうのをしっかり知らないと、それも本当に基礎基本やと思います。でそういうのを知ってるとやっぱりしっかりと動いていけると。やっぱりその基礎基本というのがすごく実は大事やぞと。本当にプロ野球選手になりたいっていう子が素振りせずいきなりプロ野球選手になれるかっていうとなれない。でも絵の世界ってもしかしてうまいことちょっとやって SNS に上げたらボンとバズることあるかもしれないじゃないですか。でも本当に基礎基本がないと、その後潰しが効かなかったりっていうことになりますよね。だからインスタグラムでいいねをもらうっていうことも大事かもしれませんけど、実はその鍛錬修練という期間というのはある程度必要なんじゃないかなというふうに思ったりしています。ちょっとその辺というのがやっぱりないという人はなかなか伸びないんじゃないかなというふうに思います。でその伸びる人っていうのはやっぱりですね、これ全部裏を返していくと伸びる人なわけですよね。当たり前ですけど、客観的に見れないということの裏返しとしては、やっぱりいろんな人に見てもらうとか、もしかして客観的に見れない人はどっちかというと陰の人ですよね。で客観的に、見れるという人はいろんなものを評価できる。例えばある人は私はもうこんな芸術は分からん知らんとかっていう人がたまにいるんですよ。こんなもんも気持ち悪くて嫌いやとか。でも伸びる人って嫌い好きはさておいて理解はしようとするんですよ。でも理解しない人っていうのがいるんですね、一定数ね。でもやっぱり理解しようとするということがすごい大事なんじゃないかなというのが、どちらかというと客観的に、それは自分自身のこともそうかもしれませんし、芸術的なこういう大きな歴史、また基礎基本の話かもしれませんけど、こういうのを体系的に見れてるかっていう人だったりします。で言い訳を要はしないっていう人は、要は自分のできる範囲の仕事の量が分かっていたりするわけですよね。もちろんね。で自分の技量っていうのを分かってる。だからそこまでの最高の自分の実力のパフォーマンスというのを頑張って目指していくということをするので、言い訳というのは今の実力はもうここまでです無理っすっていうことで、多分その人はそこで、作品を提出するなり、作品を発表したりとかっていうことをするんだと思います。だから言い訳をするの反対側、言い訳を全くしない、要は有言実行型ですよねっていう人っていうのはやっぱり伸びます。逆に言い訳をして自分で、いやいやっていう人はやっぱり伸びない。もう当たり前です。全部逆のことを考えると。で基礎基本っていうのがないというと、やっぱりなかなか伸びないですけど、基礎基本を最低持っとくと、やっぱり情報の基礎的な部分とか、本当に一本の線を引くということだったりするかもしれませんし、鉛筆の研ぎ方かもしれません。でそういったことができると、やっぱりタブレットなりなんなりでデジタルで書くのもやっぱ書けます。書けるんです。でその今皆さんが今の時期何が必要かっていうことをしっかりと考えて、自分の制作というものとプラスアルファ、じゃあ本当に必要なものって何だろうっていうのを考えておくっていうことは大事なんじゃないかなというふうに思います。あとはアニメの昔の教え子で背景の
監督をやっている、子も言ってました。今の子は基礎基本がないという、楽にできるような時代になってきたからですよね。何か写真撮ってそれをトレースしてとかできるけど、でやっぱりパースがなかなかわからないとかっていう人が結構いるらしいです。パースっていうのは遠近法っていうことの略なんですけど、例えばアニメとか漫画のパースっていうのはおそらく透視法的なパースのことを多く言うんだと思うんですけども、そういう透視法的なパースのこととかも分からずにパシャッと撮った写真を普通にトレースしたらパースできますよね。でもこれを普通に何も見ずにできるようになっていないとっていうのは、これはどんなファインアートの世界とかでも全部最低限の知識として持っておかないとなかなか伸びないぞという話でございます。多分これは美術だけの話に限らずのお話だと思います。特にお仕事をもらうという時にやっぱりそういう基礎基本的な部分っていうのはしっかり持っていなきゃいけないんですけども、じゃあファインアートね、もう自分が好きなことだけやっていけばいいやっていう人もやっぱり長いこと続けていこうと思うと、そういう基礎基本をしっかり持っていた方が私はいいという説をずっと唱えてきました。おそらく潰しが効くという言葉もちろんこれから夢に向かっていこうとする、突き進んでいく人に対しては、お前は何や俺の夢をあれするのかと言われるかもしれませんけども、やっぱり持っていた方がいろんな風にやっぱりその人の成長によって、こういうことやりたくなったりこういうことやりたくなったりとかしますので、ちょっとそういうことを覚えておかれるといいかなと思います。チャンネル登録よろしくね。OK